今日はナスの味噌チーズ焼きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ナスの味噌チーズ焼きを作っていきたいと思います。今回のね、レシピなんですが、ナスを切って味噌だれを塗って、そしてチーズをたっぷりかけて仕上げていくんですが、今回はですね、火を使わずに簡単に作れるレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ナス、とろけるチーズ、大葉、小ネギ、味噌、お醤油、みりん、お砂糖、おろし生姜、おろしにんにく、ごま油。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まずナスなんですが、今回2本分使っていきます。グラムで言うと2本で約 170g になります。こちらは目安にしてみてください。そして今回味噌チーズ焼きということで、お味噌をね塗っていくんですけれども、こちらは甘味噌にして使っていきたいと思います。さらにそこに大葉を加えることで、大葉の風味も加わってとても美味しい仕上がりになります。こちらはお好みで入れてみてください。そしてとろけるチーズに関しましては、今回ねピザ用のとろけるチーズを使ってますが、こちらはスライスチーズのねとろけるタイプを使っていただいても OK です。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめにナスを切ります。ヘタの部分を切り落としてください。こちらを取り除きます。ちょっと硬くなってる部分はそぎ取ってください。そしたらこちらのナスを縦3等分にします。だいたい厚みが同じぐらいになるように3等分にしてください。そして切り終わったナスはこのように水にさらします。そしてアク抜きをしておいてください。では残りもね同じように切っていきます。このね切る時にちょっとナスが転がったりするので、手桶がしないようにだけ注意してください。はい、このように水に5分ほどさらしてください。はい、5分経ちました。そしたら一度水を切ってください。はい、で水を切ったら軽くね水分を拭き取りましょう。これはね軽くで OK です。そうしましたら耐熱性のお皿を用意してください。ここにナスを並べます。はい、そしてナスを並べたら表面にねごま油を塗ってください。こうやってね油をね表面に塗ると火の通りが良くなります。今回ねごま油を使ってますが、お好みの油を使っていただいて OK です。はい、 OK です。そうしましたらここにふんわりラップをかけます。それではこちらを電子レンジ 600W で2分から3分ほどですね、ナスに火が通るまで加熱していきます。この加熱時間はねナスの大きさや、あとは使うね容器によってもね適正な加熱時間が変わると思いますので、様子を見ながら調整してください。それではね加熱している間に甘味噌を作っていきます。まず大葉のね茎を切り落とします。そして手前からくるくるくるっと巻いて半分に切って、そして切り口を揃えて千切りにしてください。はい、で千切りにしたらまた適当に切っていきます。大葉はこれで OK です。続いてねこちら味噌の中には入れないんですが、トッピングの小ネギも切っちゃいます。まず根元を切り落として、そして半分に切って揃えてまた半分に切ります。あとは切り口を揃えて小口切りにしてください。小ネギはこれで OK です。こちらはトッピングに使ってください。では味噌を合わせていきます。まずここにお味噌ですね。今回使ってる味噌はねだし入りの合わせ味噌になります。お好みのものを使っていただいて OK です。ここにお砂糖、そしてみりん、あとはお醤油、そしておろし生姜と、あとはおろしにんにくですね。こちらをよく混ぜましょう。白味噌の場合はねちょっと甘めに仕上がるので、砂糖の量ね少し控えていただいてもいいかなと思います。これでお砂糖のシャリッという感じがなくなるまでしっかり混ぜましょう。そしたら最後ねここに大葉を加えます。そして混ぜましょう。味噌はこれで OK です。はい、加熱しました。ラップを外します。
これでね、ナスがきちんとね柔らかくなってれば OK です。今ねこちらは3分加熱した状態になってます。それではね、アルミホイルを用意してください。だいたい30センチぐらいね切っていただくといいかなと思います。そしてこの内側にねごま油を塗ります。くっつかないタイプのねアルミホイルを使う場合はこちらの工程はね省いていただいて OK です。こちらは普通のアルミホイルなので、この内側にね薄く油を塗っておきましょう。そしてここにナスを並べていきます。こちら上下ね交互に置いていきましょう。はい、こんな感じです。そしたらこのナスに合わせてアルミホイルで容器を作ります。こんな感じです。両端を折りたたんで、こちら側からも折りたたみます。はい、こんな感じですね。このように容器を作ってください。そしたらですね、このナスの上にね味噌を塗りましょう。たっぷりめにね塗っちゃって OK です。残ったらね上からかけちゃいましょう。そして今回はねトースターで焼いていくので、トースターの上にね置いてください。最初からトースターの上に置いてからナスを置いていただいても大丈夫です。そして最後ですね、こちらとろけるチーズをたっぷりかけます。そうしましたらこちらをトースターで焼いていきます。ワット数や温度に関しましては、持っているトースターの一番高い温度またはワット数を使っていただいて OK です。焼き時間に関しましてはトースターの種類によってねとろけ方や焼き色のつけ方が変わると思いますので、チーズがとろけていい感じに焼き色がつくまで焼いてください。今回はねトースターでやっていくんですが、こちらは魚焼きグリルを使っていただいても OK です。それでは焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。このようにねこんがり焼き色がつくまで焼いてみてください。それではね最後小ネギを散らして盛り付けたいと思います。はい、これでナスの味噌チーズ焼きの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにチーズもとろけてナスも柔らかく仕上がってます。お好みで小ネギを散らして召し上がってください。ナスはねこのようにとても柔らかく仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。美味しそうです。もうナスがねとろっとろですね。おー、チーズもとろっとろです。いただきます。ナスがとろっとしててすごく美味しいです。そしてこのね大葉入りの味噌がすごく合います。美味しい。大葉の香りがねすごくアクセントになってますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のナスの味噌チーズ焼きのポイントです。まずナスなんですが、ヘタを切り落としてその後縦3等分にスライスしてください。そしてスライスしたナスは一度水に軽く浸してください。そうすることでナスのねえぐみを取ることができます。そしてその後ですね、表面にごま油を塗って、そして電子レンジでナスに火が通るまで加熱してください。この加熱時間はナスの大きさやあとは使ってるお皿などによってもね適正な時間が変わる場合がありますので、様子を見ながら調整してください。 500W の場合はプラス10秒から20秒ほど加熱していただくといいかなと思います。もしね電子レンジを使いたくない場合はフライパンで焼いていただいても OK です。そしてナスに火が通ったらアルミホイルを用意して、そして普通のアルミホイルの場合は内側にね軽く油を塗って、そしてナスを交互になるように置いてください。もしねくっつかないタイプのアルミホイルを使う場合は油はね塗らなくても大丈夫です。そしてその後ナスの表面に味噌だれを塗るんですが、今回ですね味噌だれの中に大葉を加えてます。大葉はすごく香り高くてナスと相性バッチリなので、ぜひ入れて作ってみてください。あとはね全体に味噌をのせて、そしてチーズをたっぷりのせてトースターで焼いてください。このトースターの焼き時間はですねお使いのものによってワット表記または温度表記があると思うんですが、こちらはだいたい中くらいのね温度またはワット数で焼いていただくといいかなと思います。焼き時間に関しましてはこちらはねお使いのものによってだいぶ変わってくると思いますので、今回みたいにねチーズが溶けていい感じに焼き色がつくまで焼いてみてください。あとは小ネギを散らして召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナスの味噌チーズ焼きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。